はい、こんにちは、梅野です。本日は ZFC と 50mm の単焦点レンズでお花を撮っていきたいと思います。はい、まず1枚目は木漏れ日の当たってる草を撮っていきましょう。で手前にこのなんかシダ科みたいな草がありまして、この間から光が当たっている草の部分を撮っていきたいと思います。日の丸構図で撮ってもいいんですけれども、ちょっと木漏れ日が当たってる感じを出したい場合は画面のちょっと左横に配置して撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。前向きを使って奥の方は、かっちりピント合わせたいのでちょっと絞って F 値 2.2 に設定しています。シャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。で露出をちょっと下げてマイナス 1.0 にするのとハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。日陰の中でちょうど木漏れ日が当たっている草のところを撮ってみました。ハイライト重点速攻を使ったところで周りが暗くなってよりこの日の当たっている感じを出すことができました。ハイライト重点速攻を使わなかった場合の写真はこちらになりまして、ハイライト重点速攻を使った時よりもちょっと周りが明るいので木漏れ日のところに目線誘導がちょっと弱くなるのと、背景の植物の名前を書いている看板っていうかあれもくっきりしてしまいますので、ちょっと散漫な写真になってしまうと思います。なのでこういう場合はハイライト重点速攻を使ってあげることでよりこの木漏れ日の感じを強調して撮ることができるので、ちょっと面倒くさいと思うんですけども、速攻モードも変えて撮ってみてください。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこのオレンジのお花を撮っていきます。はじめはですね、後ろの背景山があって青空が見えてますので、あれを対角線に配置した状態で撮ろうかなと思ったんですけれども、こっちのお花が山のところにどうしてもかかってしまいますので、それでしたらこっちの木の緑とこっちの山の緑のこの間にこのお花が来るような配置で撮っていきたいと思います。そうすることでこの、額縁構図ほどじゃないんですけど、フレームみたいに使うことができるのでよりこっちに視線誘導ができるのと、背景の青空とお花のオレンジの色が対比となってより花の色が綺麗に見えると思いますので、そういう感じで撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。2つの花が、距離がちょっと離れてますので F 値 8まで絞って2つの花両方にピントを合わせていきます。シャッタースピードは160分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのここはハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。右側の木と左側の山とその間に生えているように撮ってみました。そうすることで、この日の丸構図も使っているのもあるんですけれども、お花の方に目線誘導しますし、何を撮りたかったのかはっきりする写真になります。で、初めに言ってた対角線で、撮ろうかなと思ってた写真はこっちになります。こっちの写真だと確かに背景は対角線みたいにはなってるんですけれども、左側のお花が緑の背景にちょっと埋まってしまいまして、ちょっと明確な写真にはならないと思います。撮りたかったものははっきりするんですけれども、ちょっとこのお花の色とかを活かせてないような写真になると思いますので、それやったらこの間から撮ってあげることで、フレームみたいに使うのと背景を青空だけにすることでオレンジ色の花を目立たせるような写真にすることができます。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのお花を撮っていきましょう。看板ではムクゲのブルーバードっていうお花みたいですね。ここをもうシンプルに3分割の右下に配置して撮っていきます。で、周りが緑でここだけに色のあるお花が咲いてますので、目立つ写真になるんじゃないかと思います。で、お花を撮るときにこのお花が向いている方向を
空間を開けてあげるとバランスよく撮れますので、なので今回はこのお花はこっち向いて咲いてますので、画面の右下に配置して撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。ちょっと大きいお花で斜めから撮りますので、なるべく全体にピントが合うように F 値4に設定しました。シャッタースピードは160分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。露出はプラマイゼロのマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、そういった写真がこんな感じになります。シンプルに3分割の右下にお花を配置して撮ってみました。で、撮る前に説明したようにお花が向いている方向の空間を開けてあげることでバランスよく撮れます。で、例えばこのお花が今右側ですけれども、左側にあった場合はこんな感じの写真になります。ちょっとお花が開いている方向が詰まってますので、バランスが悪く見えてしまうのと、ちょっと画面の中にちょっと窮屈な印象を与えてしまいますので、お花が向いている方向を開けてあげることでバランスのいい写真が撮れます。お花撮るときはこのお花の向きの空間を開けてあげるっていうのを意識して撮ってみてください。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきたいと思います。蘭花のトキソウっていうお花みたいで背の高いお花になってますので、これ縦構図で切り取って撮っていきたいと思います。で、背景のところに、葉っぱがあってテカテカ光ってますので、あそこを玉ボケに使えると思います。で、この手前の方か、こことここのお花を3分割のラインに入れて撮りまして、ピントを合わせるのはこの大きい方にピントを合わせて撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値 4.5 に設定して、手前の方のもう一本のこのお花をぼかすのと背景の玉ボケを作っていきます。F1.8 まで下げてしまうと玉ボケがちょっとラグビー状に形が変わってしまいますので、ちょっと絞って撮っていきます。シャッタースピードは800分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロの白飛びを防ぐためにハイライト重点ソックを使って撮っていきましょう。はい、撮った写真はこんな感じになります。縦構図の3分割構造を使いまして、右側のお花にピントを合わせて撮っています。F 値 4.5 にちょっと絞ったので、背景の玉ボケが綺麗に丸型になっているかと思います。で、これをもしですね、縦構図を使わなかった場合、普通に横で撮った場合の写真がこちらになります。これはこれでっていう感じなんですけれども、この背の高いお花の場合は一部しか切り取れないのと、でお花が一部しか切り取れてないので背景の割合がすごい広くなってしまいます。でお花が画面の中にすごいちっちゃく映ってしまいますので、それやったらですね、この縦構図使った方がもっとこのお花の特徴であったりとか、印象的な写真を撮ることができると思いますので、チューリップとかあとひまわりとかそういう写真を撮るときはこの高さを考えて縦構図にするのか横構図にするのか決めて撮ってみてください。はい、次は睡蓮のお花が咲いてましたので、ここを撮っていきたいと思います。で周りにこの睡蓮の葉っぱがありますので、ちょっと拡大してこの葉っぱをですね、画面のこの右上左上左下に入れて、睡蓮のお花を画面の右下の方に配置して、4箇所それぞれ何かがあるっていうような状態で撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値 7.1 に、絞って撮っていきます。F 値絞った理由としてはですね、明るくて睡蓮が白いお花になりますので、 F1.8 とかで撮ってしまうとシャッタースピードがもう限界4000分の1秒の、乾燥するっていうか限界のところに来てしまいますので、写真が白くなってしまいます。白飛びしやすくなってしまいますので、こういう場合は開放 F 値
使いたくてももう絞ってシャッタースピードを抑えて適正露出になるように撮っていきましょう。シャッタースピードは500分の1秒出てますので ISO感度100で OK です。で露出マイナス 0.3 のハイライト重点速攻を使ってさらに白飛びを抑えて撮っていきます。はい、どういった写真がこんな感じになります。ハスの葉っぱを画面の3箇所右上左上左下に配置しまして、で右下の空間にメインの睡蓮のお花を配置して撮ってみました。画面の四隅に何かあることでなんか写真はいいみたいなんでこんな感じで撮ってみました。で真ん中はこの水の空間を空けて撮っています。で撮る前に言ってた通り F 値 7.1 まで絞って撮れましたので適正露出になってますので、睡蓮の白いお花も色が飛んでないんですけれども、例えば F1.8 で撮った場合の写真がこちらになります。白い睡蓮のお花が白飛びしているのがわかると思います。その他の設定は全く同じで F 値 1.8 だとシャッタースピードが限界になってしまってこんなに明るくなってしまいます。なのでこんな写真になってしまう場合はもう F 値を絞って撮ってあげることでこういう綺麗に色を出すことができます。でこれから夏場にですね撮影に行った時に、お花とかだと背景ぼかして撮りたいと思うので開放 F 値とかで撮りたくなると思うんですけれども、写真の撮れる明るさとかも考えて、F 値を変更するようにしてみてください。はい、次はここ撮っていきたいと思います。ここがちょうど木の木漏れ日が当たっているところになりますので、全体に光が当たるんじゃなくて、木漏れ日がポツポツ当たっていい感じの色合いかなと思います。でこの緑の葉っぱに対してこの真っ赤なお花が咲いてますのでコントラストが非常にいい感じになりますので、この赤い花にピントを合わせて木漏れ日の当たっている葉っぱを背景にして撮っていきます。でちょっと近づいて撮ることで赤い花を画面の斜めに区切った左上に配置して画面の斜めに区切った右下のところを緑で埋めて対角線構図みたいにして撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ちっちゃいお花が前後に結構分かれてますので F 値はちょっと絞って F5 に設定しました。でシャッタースピードが実際のところに向けると125分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で明暗さをはっきりと出すためにハイライト重点速攻を使うのと露出をちょっとマイナス 0.3 に落としてより明暗さをはっきりさせて撮っていきましょう。はい、といった写真がこんな感じになります。画面を右上から左下に区切って左上のエリアを赤いお花にしまして右下を木漏れ日が当たっている緑の葉っぱのエリアにして撮ってみました。こうすることで日の丸構図で撮るよりも全体のバランスが良くなると思います。でハイライト重点速攻を使ったことでよりこの木漏れ日の明暗さをはっきり出すことができますし赤色のお花の赤色っていうのをもっと深く出すことができます。でこれをですね普通のマルチパターン速攻を使った場合がこっちの写真になりまして、こっちももちろんこの明暗差っていうのは出ているんですけれどもハイライト重点速攻に比べるとシャドウの部分はちょっと明るいですしハイライトの部分はちょっと色が飛び気味になってますので、こういう明暗差が激しいところはハイライト重点速攻を使ってあげることでこのお花の色であったりとか明暗差をしっかりと出すことができますので、ちょっと忘れやすいと思うんですけどもハイライト重点速攻を使って撮ってみてください。はい、本日は ZFC と 50mm の単焦点レンズを使って写真を撮りに来ておりました。で普段の撮影と違って今回はダメな例と、今回撮った写真の例と2つ比べつつどうしてこっちで撮ったのかっていう説明をしながら撮ってみましたので、こっちのやり方の方が分かりやすいようであればこれからも2つ、ダメな例といい例と比べつつ写真の撮り方をご紹介したいと思いますので、またどっちが良かったかコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。